はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道旭川市にあります北海道屈指の素晴らしいスキー場についてです。皆さん、カムイスキーリンクス行ったことありますか？本州や札幌周辺に住んでいる方でも行ったことがない人が多いと思います。私は全国のスキー場に行きましたが、滑ることをメインで考えれば日本一と言っても良いくらいの素晴らしいスキー場だと思います。今回は2022年シーズンの動画をメインに一部昨シーズンの動画を組み合わせまして、コースやレストランなどを紹介しています。スキーやスノーボーダーに絶対おすすめできるスキー場、カムイスキーリンクスを紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。はい、旭川の中心部からカムイスキーリンクスに向けて出発したいと思います。旭川駅前にはホテルがたくさんありますので、宿泊される方はこの辺りのホテルに宿泊されるとイオンモールもありますので、何かと便利だと思います。旭川の飲み屋街であります三六街を通過します。この交差点を左に曲がります。この道路は国道12号線です。札幌市まではここから136キロありますね。遠いですね。この辺りは車の販売店が多いですね。24時間営業のラーメン山岡屋もあります。スキー場に行く前に朝ラーもいいですね。ここからカムイスキーリンクスまでは14キロです。ちなみに旭川駅からは約21キロ、車で30分ぐらいで到着することができますし、右上にお示ししています時刻表のバスで約40分ぐらいで行くことができます。峠道もありませんので、非常にアクセスが良いスキー場だと思います。左に見えるスキー場はサンタプレゼントパークです。こちらのスキー場は旭川駅から約7キロ、車で15分くらいで行くことができるスキー場です。21時まで営業していますので、夜も滑りたい方におすすめだと思います。このトンネルの手前を右に行きますと、旭川の観光スポットカムイコタンに行くことができます。しばらく国道12号線を走行しましたが、この信号を左に曲がります。この辺りはさくらんぼやりんごなどの果樹園が多いですね。左側に民宿が見えてくればカムイスキーリンクスはもうすぐです。こちらを左に曲がります。駐車場は第1と第2駐車場があります。第1駐車場はコンクリートになっている部分がありますので、春先にブーツが汚れずに済みますので、個人的には第1駐車場をおすすめします。この日は土曜日で8時15分ぐらいに到着しましたが、それでも一番前の列に駐車することができるんです。はい、カムイスキーリンクスに到着しました。今見えている建物がセンターハウスです。そしてオレンジの柵の中で鳥遊びをすることができます。オレンジ色のリフトが第4リフトで、奥に見えるのがカムイゴンドラです。センターハウス1階の様子です。ツーリストインフォメーションデスクや売店、リフト券売り場、コインロッカー、更衣室などがありました。リフト券は現金以外にクレジットカードやペイペイなどで支払いができます。この日はリフト券売り場に行列ができていませんでしたが、日によってはリフト券を買うのに時間がかかる場合があります。事前に
公式ホームページやセブンチケットで購入し、 QR コードでこちらの機械で1日券や4時間券を発券することができます。今シーズンのリフト料金です。記載してありますリフト料金に加え、カード代が別途500円かかります。この500円はカード返却時に戻ってきます。リフト1日券は大人3800円などとなっています。未就学時は無料だそうです。また親子セット1日券というお得なチケットも用意されていました。ツーリストインフォメーションデスクでは英語ができるスタッフがいます。コインロッカーや個室、携帯の充電ができるスポットもありました。スキーやスノーボードを事前にスキー場に送付することができます。この時レンタルコーナーで発送伝票を持参で受け取ることができますし、自宅に送付することもできるそうです。板やブーツなどを持ち歩かなくて良いので便利ですよね。売店には軽食やスキーのグッズなどを販売しています。私はこちらのテリマヨマンが大好きです。カムイのリフト券ホルダーはこちらで販売しています。レンタルコーナーでは手ぶらレンタルセットやハイクラスモデルのスキーセットなどレンタルすることができます。レンタルする場合は運転免許証やパスポート、在留カードなどの身分証明書を持参してください。こちらのスキー場のスクールはスキーやスノーボードのレッスンがあります。スキースクールではこちらの三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール以外にもあります。スノーボードのレッスンでは通常のレッスン以外に英語対応のレッスンもあります。それではカムイゴンドラに乗ろうと思います。この時間は空いていましたが、営業開始の9時前にはこの階段よりも並んでいる場合があります。こちらの IC カードゲートシステムにリフト券をかざします。結構反応は良いと思いました。このカムイゴンドラの長さは2327メートルです。最大4名乗車でスキーやスノーボードの板を中に入れなくても良いので、カバーをかけるイライラがないのが良いと思います。今回の動画は今シーズンに何度か滑りに来て撮影しています。ただ一部のコースの動画は動画作成時点でオープンしていなかったため、昨シーズンの映像を使用しています。この動画でカムイスキーリンクスのいろいろなコンディションを知ってもらえたらと思っています。乗車時間10分ぐらいで降り場に到着しました。左にある台でスノーボードのビンディング調整ができます。外はめちゃめちゃ良い天気でしたね。ここでカムイスキーリンクスのコースについて紹介します。スキーコースは25コースあり、最大斜度は35度で最長滑走距離は 4000m です。標高は山頂で 751m、 山麓で 150m、 標高差は 601m です。3割のコースは未圧雪コースになっていますので、パウダースノーが好きな方でも楽しめると思います。私は新雪がある場合はゴンドラを降りて右の連絡コースから最初にロイヤルコースに行くことが多いです。ここからロイヤルコースになります。まず紹介するコースはロイヤル上級コース、最大斜度28度です。デコボコになる前に滑るとすごく気持ちよく滑れると思います。奥に見える景色を見ながら滑ると最高ですね。パウダー好きの方は絶対このコースは外せないと思います。コース幅も広く空いていますのでおすすめのコースです。次に紹介しますのはロイヤル中級コースです。こちらのコースも最大斜度28度です。感覚的にはどちらのロイヤルコースも難易度はそんなに変わらないと思います。
ギャップでジャンプしたりもできますよ。第1リフトはセンターハウスから右の端にあります。このリフトの長さは733メートルです。このリフトは初級者でも乗車することができます。この後紹介します第4リフトのコースが慣れましたら、このリフトに乗ってほしいと思います。またゴンドラが混んでいる場合は、この第1リフトから第3リフトまで乗り継いで山頂まで行くことができますので、待つのが嫌いな方はこちらのリフトを活用していただければと思います。この動画をご覧になっていただければわかると思いますが、このスキー場の圧雪バーンは綺麗に圧雪していますので、すごく滑りやすいです。カムイに来るとあまりリフトに乗りませんので、たまにリフトに乗ると転んじゃうことあるんですよね。第2リフトは第1リフトから連絡しています。の第2リフトの長さは973メートルです。こちらを撮影している日は主に週末などですが、本州や札幌周辺のスキー場の平日よりも空いていると思います。左に見えるコースは後で紹介しますが、カムイの名物コースでありますゴールドコース2です。第2リフトを降車しますと第3リフトに連絡していますし、ゴールドコース2などに行くことができます。こちらのゴールドコース2は最大斜度が30度の中級コースです。最大幅がなんと150メートルもあるんです。中級以上のスキーやスノーボーダーは絶対に滑ってもらいたいコースです。特にピステンバーンが大好きな方には1本目に滑ってほしいコースだと思います。カムイでなきゃできない幅を広く取ったハイスピードのロングターンで楽しんでほしいです。左に向かえば第2リフトに乗れますし、そのまま降りればセンターハウスやゴンドラに戻れます。こちらの第3リフトはリフトの長さが638メートルです。このリフトを上がれば山頂に行くこともできます。晴れた時は雪がキラキラ光って綺麗なんですよね。カムイスキーリンクスは積雪量はニセコなどに比べ少ないですが、雪質は旭岳や黒岳を除けばトップレベルだと思います。そのと第3リフトの間にレストランや休憩ができる建物があります。建物の中の様子です。自動販売機やテーブル席、真ん中に薪ストーブがあり、ピザやパスタが食べれるレストランがありました。このレストランでは黄色の枠で囲んだ機械でピザを焼いています。メニューを載せておりますが、人気メニューはマルゲリータだそうです。私はまだ食べたことがないんですが、もし食べられたことがある方はコメントで感想を教えてください。ではコースは第3リフト横にあるゴールド1コースです。最大斜度が22度の中級コースです。時間がオープンから3時間ぐらい経過していましたので、綺麗なピステンバーンではありませんでしたが、とても天気が良く斜面もそこまで急ではありませんので、中級者以上であればすごく楽しいコースではないかと思います。第3リフトに行けますので、このコースで練習しているスキーヤーも結構多いと思いました。こちらのコースは最大斜度が18度の初級コースです。ただ初心者コースという名称になっていますが、このコースは他のスキー場の難易度で言えば初中級コースになりますので、初心者はまず第4リフトで練習した方が良いと思います。前半部分は適度な斜面で非常に滑りやすく人気があります。
のコースはカムイスキーリンクスの中では一番混んでいるコースですので、気をつけて滑ってほしいと思います。後半部分はロイヤルコースや第5リフトのコースとも合流し、斜面も急なところがあり、バーンも結構荒れていますので滑りにくいかもしれません。このコースの滑走距離が 4000m とカムイスキーリンクスの中で一番のロングコースですので、このコースを滑ってゴンドラで回す方も多いです。グラトリするにも良いコースではないかと思いました。第4リフトはセンターハウスの真ん前にあります。こちらのリフトの長さは 754m です。このリフトは初心者や初級者に乗ってもらいたいリフトです。特に初心者の場合はリフト券は1日券や4時間券ではなく回数券を買ってこちらのリフトで練習してほしいです。また9時頃はゴンドラに行列ができていますので、このリフトを1本滑ってウォーミングアップに使うのも良いと思います。このコースは10時ぐらいからスキーの練習や修学旅行生などで混む場合があります。初心者の方はリフトの降車が怖いと思いますが、スタッフに初心者ですと伝えるとリフトの速度を遅くしてくれると思います。リフトを降りて左にもコースがありますが、途中上りがありますので初心者にはあまりおすすめできないです。リフトを降りて右にあるファミリーコースは最大斜度18度の初級コースです。ただ私の感覚ではそこまで急な斜面はないと思います。この辺りはかなり緩いので止まってしまう可能性があります。ただ初心者にはスピードが出ないので練習しやすいかと思います。初心者の方にはこのコースで慣れてほしいと思います。こちらはセンターハウスの右側にあります旭川ラーメンのラーメン食堂のぶです。お店の中の様子です。食券の券売機とトイレ、テーブル席がありました。こちらのお店のメニューです。旭川の人気ラーメン店転勤の流れを組んだ旭川ラーメンをスキー場で食べることができるんです。ラーメンの単品メニューやセットメニューなどもありましたが、おすすめは醤油ラーメンです。また生姜のトッピングもおすすめだと思います。私は醤油ラーメン税込み850円とチャーシュー握り税込み200円を食べました。スープは味が濃いのですがくどいわけではなく、最後まで飲み干せてしまうスープだと思います。麺は低加水の縮り麺でスープとよく絡んで美味しいです。チャーシュー握りも美味しかったです。こちらのコースは最初に紹介しましたロイヤルコースや第5リフトにあるコースに行くための連絡コースです。最大斜度は26度の中級コースです。第5リフト方面に行くためにはここで左のロイヤルコースには行かずにそのまままっすぐ進みます。と上りがありますので直下降でスピードを上げて気をつけて滑ってほしいです。コースと合流します。こちらの第5リフトはリフトの長さは 999m です。このリフトに乗車している方は最低でも
中級以上のスキーやスノーボーダーです。それに加えゴンドラで直接来ることができないため、どの時間帯でもリフト待ちはないと思います。右のコースがダイナミックコースで、左のコースはスラロームコースです。スラロームコースはスキーの練習バーンで使用されていることが多いです。このリフトの下もパウダーがあって結構滑っている方がいますね。第5リフトにあるコースはカムイスキーリンクスの中でも雪のコンディションが良いと思います。第5リフトを降りて右にあるダイナミックコースです。このコースは最大斜度35度でカムイスキーリンクスの中で一番の急斜面の上級コースです。この辺りが最大斜度35度のピステンバーンですが、コースサイドは2圧雪になっていますので、パウダー好きにも楽しめるかと思います。このコースは急斜面の割には雪質並びに綺麗に圧雪されたバーンですので、気持ちよく滑れるかと思います。第5リフトの乗り場付近には休憩所とトイレがあります。休憩所の中には石油ファンヒーターがあり、暖を取ることができます。こちらでは飲食も可能なようですが、自動販売機はありません。休憩所ではゴミの持ち帰りと禁煙です。こちらのコースはディープパウダーコースです。最大斜度は32度で未圧雪の上級コースです。このコースは積雪量が十分に増えないと開放されていません。コースも広く、スリーランが好きな方には絶対に滑ってもらいたいコースです。特に前半は急斜面でスピードに乗ってパウダーを食いまくれると思います。ロープが張ってありますが、ロープよりも右に行ってしまいますと出るのが大変になります。この辺りからもサイドにパウダーがありますので、パウダーを食いまくってほしいです。こちらのコースはフレッシュパウダーコースです。最大斜度は30度で未圧雪の上級コースです。こちらのコースは先ほど紹介しましたディープパウダーコースよりも滑りやすいかと思います。ただ積雪が少ない時期には沢を渡れなくなる場合がありますので注意です。ここでダイナミックコースと合流します。このコースはスリーランコースで最大斜度は30度で未圧雪の上級コースです。このコースやバンプスコース、トドマツコースはオープンしている時期は非常に少ないです。木が多いのですが結構広いですし、滑っている人はほとんどいないですので、スリーランが好きな方はぜひ滑ってほしいコースです。このコースにもロープや旗が立っていますので、それを目印にそれよりも左側を滑っていってほしいと思います。パウダーを滑る自信がない方はこのコースは滑らない方が良いと思います。最終的に初心者コースに合流します。センターハウス2階の食堂の様子です。動画では見えていませんが、奥に食券の券売機、そして自動販売機、レストランがありました。こちらのメニューですが、ラーメンやカレー、そばなどさまざまなメニューがありました。私が個人的に好きなメニューはクッパです。またこのお店の名物料理でありますキングオブカムイの特大カレーもおすすめだと思います。同じ2階には旭川で人気のカフェであります福吉カフェも出店しています。こちらでは旭川の老舗企業がコラボしました3層になっています福吉ラテや定番のチキンや上川町のブランド豚トンバーグを使用したスープカレーを食べることができます。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海
海道旭川市にありますカムイスキーリンクスはピステンバーンやパウダーを滑るスキー場としては満足度ナンバーワンと言っても過言ではないスキー場だと思います。変化に富んだ25コースを大人リフト券1日券3800円で滑ることができるんです。そして土日でも本州や札幌周辺のスキー場の平日よりも空いていまして、ありえないくらい滑り倒すことができます。本場の旭川ラーメンやピザ、スープカレーなど美味しいグルメを食べることができます。またカムイスキーリンクスに行ったことがない方には一度騙されたと思ってお越しいただければ、私が言っていることが理解していただけるんではないかなと思います。旭川市内からも車で30分とアクセスも抜群ですので、一度滑りに来ていただき、夜は旭川グルメを堪能していただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。このスキー場知らなきゃ損。